手を伸ばして触ってきた感覚があったんです。それがここだったんですよ。人じゃないの？何を？あそこのポールの隣になんか誰か立ってるような気がして。開花しすぎじゃないですか。驚きですね。ちょっと怖っ。怖い。でもこの辺り普通にあれですよね。下はちょっと出るっていう話。いやいや、いろいろありますよこの辺。こう可愛らしくなる前、いろんな方が、やっぱ雰囲気がいいし地下っていうだけで訪れたらしいんですよ。で、僕に話してくださった方も僕より全然年上の方なんですけども、来たのがね、もうそれこそ90年代とか結構前です。今からで言うと、その頃ってなんかもうこんな感じじゃなくて、もう地下だし薄暗いし壁もなんか古びた感じでめちゃくちゃ雰囲気がいいから、やっぱりこの辺の人たちで言うと怖いのあったらあそこ行こうぜみたいなスポットだったんですよね。でその日彼らっていうのが友達の家に集まってみんなでなんか怖いテレビ番組を見たらしいんですよ。いいタイミングでこの踏切とかなるとね、なんか音もなんかちょっと違いますね普通の音と。で怖い番組とかを見てちょっとそういうスイッチ入ったらしいですよ。あれこれいい時間だしっつってみんなでちょっと怖いとこ行こうぜって言って、家がここからそんなに遠くなかったこともあってみんなでワイワイやってたんですけど、6人で男ばっかりでここ来たらしいんですよね。で彼らが行ったのはこっち側から行ったんですよ。僕らと反対のこっち側から行ったんですけど、下って曲がってってっていう間でお互いに、なかなか肝試しなんで行く機会ないじゃないですか。だからその雰囲気を楽しんでみたいなこともあって、でもやっぱり静かにするみたいなこともなくみんなで騒ぎながらっていう感じで、それはそれでイベントとして楽しんでたんですけど、普通に地下道ですから反対側からね、なんかおばあちゃんが一人歩いてきたんですよね。でおばあちゃん歩いてきたなと思って、で自分たちも6人もいるから道いっぱいに広がっちゃうとなんか申し訳ないじゃないですか。で自分が割と右の方にいたんですけど、おばあちゃんがちょうど自分の正面のあたりから歩いてきたんで避けてあげたんですよ。あれって思ったんですよね。おばあちゃん普通に前のめりになってて、こういう感じで普通に歩いてるんですけど、怖かったんですよね。両目が真っ黒だったんですよ。ではっと、でもその両目真っ黒のおばあちゃんがこういう状態で向こうから歩いてくるんですよね、この地下道で。みんなワイワイやってる。でなんでと思って、でみんな気づいてんのかなと思ったらまだワイワイやってるから、みんなあんま気にしてないんだと思って、でそのうちどんどんおばあちゃん近づいてきて、うわすごい、なんで目がない、なんか色が黒いっていうより空洞みたいになってるんですよ。何これって思うから、やっぱり目が離せないじゃないですか。目が離せないでいると、こう歩いてたおばあちゃんがこう歩いたままおばあちゃんこっちにパッて顔上げたんですよ。そしたら目があった気がした。でも空洞なんですよ。真っ暗なのに目があった気がしたんです。つい会釈したんですって。したらおばあちゃんが普通にこう会釈して自分の横を通り過ぎた。でもいざ落ち着いて考えたら、めっちゃ怖っ、だって見えてるわけないって思ったんです。だって目の玉がないから。でも会釈返された。ちょっとよくわかんない、理解できない。なんとなく自分の中でビビっちゃう。そしたら、こっち側の袖を、仲間がちょいちょいってやったんでパッて見たんですよ。そのおばあちゃんです。おばあちゃんがそこにいて、でもうびっくりした。ってなったんです。ってなってたら、おばあちゃんこのまま両肩をガッて掴んでこうやりだしたんですよ。だからこうなってる状態でされてるから、ってなってたら、もう怖い中で遠くから「お前おいどうした、おいなんだしっかりしろしっかりしろみたいなことが聞こえてきて、それがどんどん「しっかりしろ、おい前大丈夫か、おいどうしたしっかりしろ」ってはっきり聞こえたと思った時には、ゆすってるのが仲間だったんですよ。あれと思って、ってなってたら「お前どうしたんだ?」ってみんなが心配してるんですよ。いやって見ましたらおばあちゃんいないから、いやほら今すれ違ったおばあちゃんが目がないのになんか目があったなって思ってたら、今ほらここにいたと思ってって言うんですけど、誰もおばあちゃんの姿見てないって言うんです。
残りの5人がもう歩き始めるから、自分も一番後ろを歩くんですけどと思ったんですよ。背中が6つあるんですよ。5人のはずなんですよね。一番端おばあちゃんの背中なんですよ。でうわーってなって前を歩いてる彼らを追い抜いて走っていくんです。で階段駆け上がってきたらもう地上ですから、もう怖くてそのまま走り抜けようと思って歩道をブワーって走ってたら、そのまま前にゴデーンってこけてしまって、もうすごく足も痛いし、もうこの辺も打ったし散々だと思って、そのまま体を反転させて仰向けになったんですよね。おばあさんがこうやって覗き込んでくるんですよ。でもうそこで記憶がないらしいんですよね。で病院に運ばれてたみたいで、ベッドの上に。でもみんなが心配していろいろ話をするんですけど、自分はあれつまずいたわけでもないし、慌ててすっ転んだわけでもないっていうのが薄い記憶の中ではっきりあるんですよ。おばあさんに覗き込まれる前、こけた時っていうのは完全に足首掴まれてたらしいです。だからもしかしたらそれも全部おばあさんの仕業だったんじゃないかっていう思いをしたのがここなんですよ。いや怖すぎるよ。すごいっすね。こう出るって言ってたその例のやつがその子供だったりとか女性だったりっていう話だったじゃないですか。おばあさんっていう話はもう一個も出てなかったもんね。ああそうですよね。ネットで有名になってる話は違いますもんね。そうなんですよ。だからちょっとびっくりしたんですよ。そっちがずっと気になってて本当に怖いです。マミさんの背後というかちょうど後ろのあたり。やめとくれよやめとくれよそれ。本当にただ、これ幻覚ですよ。幻覚なんですけど、アミさんがその話してる最中にその後ろのあたり光ってるあたりわかります？水たまりがちょっとできてるあたりぐらいに、こうやって撮ってる人がいたんですよ。うつむいてかがんだ感じ。おばあさんの姿勢じゃん。そうなんですよ。ちょだからでもこうチラチラっと見る感じいなくなるから、幻覚な髪の毛とかで見えちゃってたのかなって思ったけど、今の話を聞いてたらなんかあながちもしかして言ってもおかしくないのかなって思っちゃって。もしじゃあそれが例えば幻覚だったとしましょう。たまたま見間違いだったとしましょう。だとしてなぜこのタイミングって話なんですよ。確かにもう寄ってきてるよ。ちょっとずつ近づいてたんですよね。なんでこういうこと言うんですか。ちなみにどこにいたかちょっと私立ってきます。なんでそんな前向きな。なんなん。ちょうどこの辺りにこうやって。見間違えるようななんか人に見えるようなものなんもないじゃないですか。ないです。だからおかしいなって思ったんですよ。あんたがおかしいよ。ここが、もちろんそういう話で有名でもあるんですけど、この、いわゆるこのなんていうんですかね、枕木とかが並んでるようなところ、人が立ち入らないようなところに人が立ってて声かけようと思ったら次の瞬間いなくなったとかがあるんですけど、それと別でこれね、バーが降りてる状態で待ってるのに片腕を引っ張られるみたいな話も聞くんですよ。果たしてみんな自分の意思なのかと思いません？こういった場所があってすぐそばにあんな地下道があるという。怖っ。でもここら辺にも霊が漂っちゃってるのかな。どうなんでしょうね。何か引き寄せるものがあるのか、磁場自体とかにの話になってくるのかわかんないですけど、肝試しソムリエ的には一晩でコンボできるんでおすすめですよっていう。3つ見れますよね。なるほど。写真だけちょっと撮っといていいですか？開けたもしてきますか？いきます。大丈夫ですよ。緑だ。普通よりはちょっと危ない。でもまだ平気な方です。そうなんだ。もしかしてタイミングがあるのかもしれない。タイミングがすごい。
若ちゃんやっていきましょう。緑ですね。緑です。大丈夫なんだ。はい、チーズ。ということで、大江戸地下道参りましたけど、阿部さんいかがでしたでしょうか。いやもちろんなんかスポットならではのねこういうまあ雰囲気もいいんですけど、はい。だから人が見えたとかが僕の後ろっていうのが嫌だ。例えばねこう VTR 回してる最中に何かが映ったとか僕に何かが起きたら、それで、まあ、VTR として撮れてるから、自分一人の恐怖じゃなくて皆さんと一緒に、まあ、楽しんでくださる方もいれば一緒に怖がってくださる方もいらっしゃると思うんですよ。後ろについてるパターンってもうはいカットした後一人になってからとかっていう最悪のパターンあるじゃないですか。もう今割と怖いの。カンカン反応とかもたまらなく怖かったですよ。タイミングもまた良かったし。ですので、なんか私たちが気づいてないところで何か見えてたり映ってたらコメントの方よろしくお願いします。ということで、そしたら有馬さんありがとうございます。ありがとうございました。皆様ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。変なものが後から VTR 見たら撮れてたとかがしょっちゅうあって、僕だからやっぱ iPhone に変な声が撮れた心霊スポットの動画とかすげえ数あって、変な絵が撮れたもうこれ完全に買おうやみたいなのとかがいっぱい入ってるオカルトっていうフォルダーがあります。オカルトってフォルダーがありますもん。